小顔で、美肌、スタイル抜群で、美脚の持ち主のハン・イェスルさんですが、過去に病院も認めた医療事故がありました。医療事故のその後や、歴代熱愛のお相手と、現在の彼氏の情報を詳しく調べてみたのでご紹介します。2006年のドラマ、ファンタスティックカップルでのセレブでわがままなお嬢様役で大注目されたハン・イェスルさんの経歴なども合わせてご覧ください。ハン・イェスルはどんな人？ハン・イェスルさんはアメリカで生まれましたが、幼い頃韓国に戻り、しばらく暮らし、再びアメリカに移民して成長しました。アメリカでも両親と話すときは、ずっと韓国語で会話し、ハングル日記を書きながら韓国語を忘れないように努力していたのだとか。出生当時は、韓国とアメリカの二重国籍を持っていたハン・イェスルさんでしたが、当時、複数国籍を持つことができなかったため成人した後、韓国国籍を放棄したのですが、韓国芸能界に入り仕事をするにあたってビザ問題で大変だったので、2004年に韓国国籍回復を申請。アメリカ国籍を放棄して韓国人になったという珍しいケースなんです。2010年には二重国籍が認められるようになったのですが、ハン・イェスルさんは残念ながら該当しませんでした。2004年のドラマノンストップ4で役者デビューを果たします。2001年に韓国スーパーモデル選抜大会で入賞した経歴もあり、ドラマ出演時も新人にもかかわらず輝きがあり、すぐに注目されたのです。2006年のドラマファンタスティックカップルで主演を務め、トップスターの仲間入りに成功したハン・イェスルさんは、こちらのドラマが代表作として取り上げられることが多くありました。新人賞や人気賞など数多くの賞を受賞し、広告の出演もかなり多い方なんですよ。医療事故があったって本当？ハン・イェスルさんは、死亡種の除去手術を2018年4月2日に受けたのですが、病院側も認める医療事故になったのです。4月20日に自身のインスタグラムに手術でできた傷跡の画像とともに、死亡種の手術を受けていたところ、医療事故にあったというコメントを投稿しました。投稿された画像の手術跡が痛々しく残っていて、とても深刻な状況であることがわかるほどだったのです。ハン・イェスルさんが着ていた入院用のパジャマで CHA 病院ということがわかりました。CHA 病院は1960年に設立され、韓国内で最も信頼できる病院と言われていて、アジア一帯とアメリカで医療サービスを構築したのです。病院側によると、手術の傷跡が残らないように切開して、焼きごてで脂肪腫を取り除く過程で肌を焼いてしまい、縫合手術をしたものの一部肌がくっつかなかった部分が確認されたのだとか。やけどの部分は左脇の下で、くっつかなかった部分の手術をやけど整形専門病院に移り治療を行いました。医療事故発生直後、CHA 病院では患者のハン・イェスルさん側に傷が治った後、話し合い保証することを提案し、保証方法を議論しているとのことでしたが、手術してから2週間が過ぎても、病院からは保証に関する話はないとのことだったのです。毎日治療を受けるために病院へ通うハン・イェスルさんの精神的ダメージは大きかったようで、どんな保証も慰めになりそうにないと本心を語っていました。病院側も医療事故を認めていたので、最終的には謝罪し、傷を目立たなくする治療をしたのだと思いますが、20日に投稿した後、3日後にも最初よりひどくなった手術後の画像を投稿していたハン・イェスルさん。しかし、傷を見るたびに辛くなるとのことで、どちらの画像も削除されました。8月9日医療事故後、初の仕事で、化粧品ブランドクレモラボのイベントに出席したハン・イェスルさんでしたが、傷跡についてのコメントは一切なかったので、おそらく病院とも話はついているのだと思います。歴代の熱愛はハン・イェスルさんが過去に恋人関係だった方は、ビッグバンやブラックピンクなどの曲を担当をしているプロデューサーで、ラッパー、
ソングライターでもあるテディさんです。熱愛報道があったのは2013年の11月のことで、交際は2013年の5月からだったと認めました。2人には共通の友達がいて、忘年会に行った時に出会い、ハン・イエスルさんがテディさんに一目惚れをして連絡先を交換したのだとか。テディさんは1978年生まれで、ハン・イエスルさんより3歳年上で、韓国で生まれましたが、幼い頃、家族とアメリカへ移住したアメリカ国籍の韓国人です。アメリカの高校を卒業した後に韓国に戻り、旅行で訪れた時にオーディションを受けていた大手芸能プロダクションの YG エンターテインメントに合格し、ヒップホップをメインとした4人グループのワンタイムとして1998年にデビュー。翌年の1999年には日本の赤坂ブリッツでもライブをしていました。2005年末にメンバーのオジンファンさんが兵役入隊したことにより活動休止となり、以降、ワンタイムの活動はテディさんを除いた3人で一度だけ2006年に10周年公演をしただけとなっています。ハン・イエスルさんとテディさんは公開恋愛をしていましたが、4年間の交際後に決別しました。そして2020年6月11日に自身の YouTube チャンネルで、今まで出会ったすべての人の中で最も記憶に残る人は誰という質問に対し、実名は言わなかったものの、ヒントの単語でテディさんではないかと噂されたのです。その時にテディさんのことを話していたハン・イエスルさんですが、彼と公開恋愛したことで有名だし、大切な人だったことも事実と説明。男女は付き合ったり別れたりするのに、なぜ別れたらトラブルがあったとか、別の女性がいたとか、浮気したとか、悪いことをしたとか、こんなことが理由になるのか理解できないと話し、いつも自然と付き合って別れるし、テディさんともそうだったとのこと。そして、ハン・イエスルさんのテディさん以外の過去の熱愛彼氏は、芸能人ではなく大株主や事業家だということです。現在の彼氏は2021年6月2日に、ハン・イエスルさん自身のインスタグラムに、10歳年下の男性と交際していると発表しました。彼は、元演劇俳優で、カラオケ店で仕事をしていた過去があり、数年前に知り合い、お互い恋愛感情を持つようになったのは2020年の9月だとか。ハン・イエスルさんは、ファンの皆さんからお祝いしてもらいたくて公表したと話しました。もちろんお祝いメッセージもありましたが、中にはカラオケ店ってホストクラブじゃないのかという声もあり、彼について注目が集まりました。一部の情報では、彼はホストクラブで数多くの女性に金品を貢がせていて、離婚歴があり、元妻から金銭的支援を受けていることが伝えられています。こちらのことについて、ハン・イエスルさんは、彼から直接話を聞き事実ではないことを確かめたので、噂より彼の言葉を信じるとのこと。他には、高級外車のランボルギーニをプレゼントしたという噂もあり、そのことについては、自分のために購入した車で、車を持っていない彼には、他の車の鍵を渡し共有していると説明したのです。最近も、インスタグラムに旅行地で撮ったラブラブな写真を投稿したり、お揃いのタトゥーを入れたりしている2人。カップルタトゥーを入れた時の様子も YouTube で視聴可能です。人生初のカップルタトゥーに大喜びのハン・イエスルさんですが、無邪気な子供のようで可愛いですね。そして結婚についてですが、今年2022年の2月のライブ配信で、結婚は自然にするもので急ぐ必要はないし、恋愛の時間を十分に楽しむのも重要なので、結婚を急がずに彼との時間を過ごすと話していたハン・イエスルさん。ご本人の気持ちが分かったところなので、ファンの皆さんは2人の結婚報告を気長に待つしかありませんね。まとめ、ハン・イエスルさんの医療事故についてや、現在の彼氏の状況などをお伝えしましたが、皆さんいかがでしたか？手術後の傷跡の画像はとても痛々しく、
その後どれぐらい綺麗に回復したのか気になりますが、命に関わる医療事故ではなかったことが本当に良かったです。今年2022年の2月のライブ配信で、ドラマ出演がもうじき決まるとも話していたので、もし出演が決まったら、2019年のドラマビッグイシュー以来なので期待して待ちましょう。